斬新です。猫の日です。ハラセンということで始まりましたハラセンラジオ。この番組は日々私が思ってること、見ちゃったこと、聞いちゃったこと、言っちゃいけないことなんかをお話ししている番組でございます。ぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。ということで今日は何をお話ししようかなと思って考えておったんですが、ちょっと去年の年末、年明け早々ぐらいに陣内くんのチャンネルの方で、エンタの神様のプロデューサー総合演出のゴミさんとの対談が計2回に分けてね、配信でいいのかな、配信されておりました。でその時の収録の時も僕ももちろん一緒にいたんですけど、そこで、お話しされていたことの中でこれですね、サイレントマジョリティと、ノイジーマイノリティのお話が出てきたと思うんですけどもエンタの神様のなんていうんですかね、番組でやね、やれテロップがどうだとかいろいろ言われてたことがあっても、それでもなお形を貫いたっていうのは、そのゴミさんは、サイレントマジョリティの声を聞かなくちゃいけないというところを重視してやっていたというお話がされていまして、簡単に言うと声を出さない、多数派と、声に出す少数派というお話ですね。だから文句を言ってくるとかクレーマーとかねっていうのはほんの数パーセント、よく言われてるのが、3% だって、いやそんなに多くなかったよな、 3% ぐらいだったかな。多くて 3%、 本当に 0. 何パーセントとかね、0. 当然1割にも満たない、数パーセント程度のそういうなんていうかクレーム、いわゆるノイジーマイノリティですね。だからだって声に出すクレームだけじゃなくて、いいですねとか言ってくれる褒めてくれるっていう人、つまり声を出す人の方が少数派で圧倒的にね、見て面白いねとかこれどうなんだろうなって思ってても、声に出さない方がもう圧倒的な多数派ということがあって、テレビなんかはそういった声を出していない多数派に応える番組作りが必要だから、ああいう形になったみたいな話がされておりました。で、非常になんていうんですかね、なんて言ったらいいんだろう、なるほどと、深く関心をしたことがありまして、でじゃあね、でこのチャンネルね、全然伸びないわけです。それを気にしてね、なんていうんですかね、数字を取りに行ってるわけではないので、そこまで気にはしてないんですけども、全く気にしてないのかといったらそうではなくて、あれやこれやね、でもあれやこれや試す中でも基本的に自分のやりたいことね、自分がこれが面白いと思っていることをずっとやっていて、でコメントとかも何もほぼないわけじゃないですか。ってことはこれはもしかしてサイレントマジョリティの答えというか希望に即したことをやってるのかっつったらね、全くそうじゃないね。かといってなんだあの発言はとかね、メルカリに出すとは不謹慎だとか、そういったコメントも全くない。ってことはノイジーマイノリティに刺さってるわけでもなく、ってことはこれなんだって言ったらね、サイレントマイノリティに刺さっているんじゃないから声に出さない少数派に刺さっている。刺さってるのが再生数見たら、刺さりもしてないですよね。どこにも当たってないっていうね。
こうそれ考えた時に、いやそのね、まず逆を考えるってよくやるじゃないですか。前にも話したかな。まずその反対を考えるね。サイレントマジョリティの反対はノイジーマイノリティではなくてサイレントマイノリティなんですよ。だから声に出さない少数派。その逆、ノイジーマイノリティの反対は何かって言ったら声に出す多数派ね、ということですよね。だからどこにその逆はないのかないかないね、と思った時に、これはね本当にサイレントマイノリティ、声にも出さない、少数派ね、そんな人がいるのかいるのかね、みたいなことを思っちゃったっていうだけの話でね、そのゴミさんとの対談の話は非常になんていうんですかね、テレビに限らず飽きないというかね、こうあらゆる職業は人に対して、するものじゃないですか。だからね、そういうのは非常にためになりました。だからちょっと今思ったのが、その声に応えるでお金はなんていうんですかね、こう動くね、水木さんがよく言うのはお金はね足がないから歩いてこないと。で、お金はじゃあ何が運んでいるかって言って人が運んでくると、ね、だから人に会えば会えば会うほどお金を運んでくれる人も増えると、ね、運んでこない人もいますよ当然ね。ネズミ男のような、ね、持って逃げちゃう人も当然いますが、こう人に会えば会うほどこう、ね、お金は本当に一人で歩かないので人が持ってくるというので、たくさん人に会うことはいいことですよっていうのは言ってたんですよね。だからその再生数というよりもこう目前ではないですけど、今770何人でしょ。もうちょっと頑張れば1000人の大台がね、やっとね背中が見えてきたぐらいなので、これはちょっと取りに行った方がいいぞってことで、もう少しこうね実のあることをしなくちゃいけない。かといってねそこを求めてないというか、私自身がね、でもそこはこうシフトしてというか舵を切り直してね、おそらくというか、もう自分の中でこう取りに行って取れなくてこう落ち込むよりも、いやいやもう狙ってませんよって言う方が気持ちが楽なんですよ。だからそこに逃げているんじゃないのかっていうのは常々いろんなところに対してそういう逃げ腰な気持ちというかがあるんじゃないのかなとは思いますんで、これはやっぱりよくいろんなねカジサックのやつとかでもこうまず立ち上げて1年間に100万人目指すってこう宣言するじゃないですか。でいろんなそういった、いわゆる YouTuber とか YouTube やってる人とかって必ずああいう宣言動画みたいなのをやるじゃないですかね。でそれってやっぱりその退路を断つというかね、背水の陣を引くというか、そういった意味でもそういう宣言公言するのはとてもね自分のやる気に返ってくることなので、こう重要なことなんだろうなっていうのは思いましたね。で、このサイレントマジョリティノイジーマイノリティで、じゃあこのねハラセンラジオを聞いてる人はどういった人なのかって言ったら、サイレントマイノリティだと。だからね、あれですよ、ハラセンラジオだけにね、こう何も聞こえないね、何も聞かせてくれない、僕の体が昔より大人になったからなのかね、ベッドに置いていた初めて買った黒いラジオ、いくつものメロディーがいくつもの時代を作った神秘に少年から大人に変わる、ね、道を探していた汚れもないままに汚れもないままに飾られた行き場のない押し寄せる人の波に本当の幸せを教えてよ、壊れかけのラジオっていうか、もう壊れかけてない、
壊れたラジオなんですよね。っていうのを思いましたっていうだけの話で。ね、ぜひゴミさんとの対談ね、本当に、メディアに関係する仕事だけに限らず、客商売であれば、そういったなんか、ヒントというか、そっちに答えなくちゃいけないね。ノイジーマイノリティ、声を上げる少数派、特にクレームに、耳を傾ける必要はないですよということが語られているので、ぜひぜひね、ここ見てる人だったら見てるでしょうけども、というお話でした。チャンネル登録と高評価、あと猫撫でてやってください。ありがとうございました。